皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治、衆議院選挙の投開票日となりました。そして現在集計が行われているため、議席数その詳細については言えませんが、大勢は決しました。石破政権大敗北、自公政権過半数割れというのが見えてきました。今回の動画では、なぜこのようにして石破政権が惨めなほどに大敗北を喫したのかについて解説していこうと思います。まず最初に全体の状況についての解説をしておきましょう。自民党が最も多く議席を失いました。そして野党側で最も多く議席を獲得したのは立憲民主党です。自民党が減少した分を丸ごと奪い取るような形での躍進を果たしています。ただし、それでも第一党はあくまでも自民党です。しかし、衆議院議員における過半数を得なければ安定的な政権運営はできません。自民党の大敗北に加えて公明党もまた議席を減らすであろうという情勢となっています。そのため全体としては大敗北であるとか大惨敗といった評価を下すのが最も適切な表現となるでしょう。まず第一に、自民党がなぜこれほど負けたかについては皆さんもそのほとんどについてもはや知っていることでしょう。ただしこの動画では改めて復習編としてどのようなポイントがまずかったかについておさらいをしておきましょう。ただし中には不当なものも含まれている点は言わなければなりません。例えば今回の投開票における特別番組においては、自民党の議員の人たちに対してこの人は裏金議員だというような表現をテレビでは盛んに使っていました。しかもそれが全局とはちょっと確認はしていませんが、ほとんどのテレビ局でそれぞれの選挙区の得票数ですと言って紹介した時に、顔写真の後ろ側にははっきりと裏金といったものを指し示す表示が付けられていました。これは明らかにやりすぎな表現だと私は思います。まず第一にこの裏金という表現はかなり誤解を生んでいます。インターネット上、例えば私が見ている X においては、この裏金というキーワードを完全に行き過ぎた誤解をしている人たちの中には、税金を着服したといったような表現で自民党の議員に対する批判を述べている人も結構いました。しかしこれはあくまでも政治パーティー、しかもこれは合法的に行われたものを政治収支報告書に記載していなかったという不記載問題です。この不記載問題は何も自民党だけで行われていたわけではなく、野党側の議員でも立憲民主党やれいわ新選組などでも記載議員は何人もいました。ただしこの点については表現的に行き過ぎてはいたものの、記載議員が多数いたことは事実なので、その点については自民党に対する非難はどうしても避けられないものだったでしょう。また、岸田政権下においてこの問題が発覚した後の対応として、政治資金規正法の改正も非常に手ぬるいもので、岸田政権がこの問題を処理しなかったというような惨状を招きました。これに伴って今回の選挙でも、立憲民主党の野田党首が、今回の選挙の争点は裏金問題だというようなテーマ設定をし、それにマスコミが便乗して猛攻撃するといった構図を生み出してしまったわけです。そして石破総裁自身も今回の選挙においては数々の過ちを犯しました。まず最初に総裁選の時には彼自身は与党内野党の立場から評論家的な意見を次々と出して自民党政治を変えようとするような話題をたくさんしていました。しかし実際彼が総裁選に勝利し総理大臣になった際には彼自身の発言していたことを次々と翻すようなことをして速やかに衆議院を解散総選挙へと打って出ることを行いました。総理大臣として何一つやらずに、そして何かやったもの一つでも挙げろと言われればそれは組閣でしょう。しかし誰を大臣に選ぶかといった点についても非常に多くの初入閣の顔ぶれが並び、その中には非常に能力面において問題があるような人物も並んでいました。政策面においても総裁選の時に提起していたものではなく、結局のところ次々と修正をした上で選挙に臨むなど問題点を多数抱えたままでの選挙戦となりました。ただしそのようにして早期な解散を打って出たというのは野党側のまとまりを欠く状況を見て速やかな選挙実施の方が傷が浅いだろうという分析があったものとみられます。しかしそれは結果から言えば全くの的外れなものとなりました。確かに野党側においては数多くの立候補者が出て与党側の候補に対して野党側が2人3人といった状況の選挙区が非常に多く発生しました。それによって野党側の票が分散するという現象も
実際に起こっています。ところが先ほども述べたような問題なので、そもそも自民党の支持率が大きく減少しました。この自民党の票が大きく減少した理由というのが、石破総理大臣自身に対する強い支持層といったものが存在しないという根本的な問題です。まず第一に、彼は確かに自民党総裁選に何度も挑んできましたが、そのほとんどにおいて決め手を欠くからこそ、これまでは総理大臣になることがありませんでした。世論調査などにおいても、石破総理大臣を期待するといった声が上がるときには、必ずその時その時の自民党が出している総理大臣の支持率が下がった時の、いわゆるアンチ票といったようなものを受け皿としての機能として名前が挙がっているのであり、彼自身を猛烈に支持する人というのは非常に少ないのです。そして今回の総裁選においては高市氏との直接対決となりました。そして決選投票において勝利したわけですが、高市氏が敗れたことにより、これまた自民党の内部における保守層の支持といったものも当然のように失いました。与党内野党の立場で評論家的な話ばかりをしていた、そういった石破議員が総裁総理になった時に、しかも破った相手が保守の代表的な議員だったわけですから、ますます石破総理を支えるような評伝といったものが存在しなかったわけです。それと選挙中における自民党の非公認候補者に対する2000万円の振り込み問題、こちらの方も公認候補と非公認候補全体として渡されているお金が同じといった非常に奇妙なことが起こったことも、これもまた自民党にとっては大きな打撃となったことでしょう。ただしここまでの理由というのはあくまでも政治的な理由を中心にしてお話ししてきました。しかし国民の関心は実はこの政治的な話題だけではありません。それは経済の問題です。あなたは今回の選挙においてどのようなポイントで投票を行いますかというアンケートを行った場合において、1位に来るのは実は経済対策やもしくは物価高対策です。なぜこのようなアンケート結果になるかといえば、別にこれは珍しいことではなく、いつものことです。なぜならば、政治に臨むのは、まず自分たちの生活環境が何か問題に見舞われているのであれば、その問題を解決してほしいと望むものなのです。そして実際にデフレ経済からインフレへと移行する、さらには世界的なインフレの圧力もありますから、国内での物価高といったものは着実に進行しています。そしてこのデフレからインフレへの転換に伴って大きなダメージを受けている人たちは、現在現役ではなく年金をもらっているような高齢者の人たちの方がより大きなダメージを受けやすくなります。そのことを反映しているのが年齢別の投票先です。今回の総選挙における現役世代、それも若い世代に限れば大きく票を伸ばしたのは国民民主党です。YouTube や X などでも国民民主党関連のキーワードやそれに類する話題といったものが非常に多く拡散、そして主張されました。しかし、高い年齢であればあるほど、50代、60代、70代以上といった人たちの間では、立憲民主党がまず最初に選ばれる政党だったわけです。なぜそのようなことになったかといえば、まず第一に自民党に対するアンチ票としての投票先になったわけですが、同時に立憲民主党だけが言っていた物価目標高 0% 超、デフレ経済へと戻すといった経済政策は、むしろ現役世代ではなく年金生活をしている高齢者の人たちにしてみれば、ようやく物価高を下げる政策を打ってくれるのかといった具合にして、自分たちの味方であるかのように誤認させる政策として機能した可能性があります。野党全般においては消費税を下げるといった話をしているところが多かったので、それにプラスアルファとして立憲民主党のデフレに戻すといった政策は見送りに移った可能性があります。ただしここで注意しなければならないのは、おそらく自民党がダメだから野党に票を入れなければといった時に、それぞれの小選挙区などにおいてはなかなか与党の対抗馬としての議員の顔ぶれもパッとするものではなかったことから、一番名前の知られているところとして立憲民主党を選んだといったような人も多いのではないかと私は思います。ですから立憲民主党の勢力が伸びるというのは、私は少なくとも政策面においては
日本経済や日本の安全保障、日本のエネルギー政策上においては、今後問題を多く抱えることになると思っています。さて、そうした自公過半数割れであろうといった話、そして野党としては立憲民主党が大きく伸びる。それ以外の今回の選挙における注目ポイントとしては、公明党も確実に議席を減らすだろうという情勢となっています。特に大阪地域における選挙区においては、維新と公明党の一騎打ちといった構図が様々な地域で行われ、維新の方が公明党を圧倒しました。しかしその維新もまた全国的な比例票としては大きく票を減らし、大阪では勢力を保ったんだけれども、全国的には勢いは大きくしぼんでしまったといった姿を見せています。立憲民主党、国民民主党、その他陰謀論やデマをたくさん流しているような政党ですら、野党系では議席を伸ばしている現状において、維新も議席を減らしているのですから、維新はその指導者たちは問題点を洗い出して改善に取り組んでほしいものです。それでは今後について、石破総理大臣は衆議院解散、そして勝敗ラインがどこかといったことを問われたときに、自公過半数、政権の安定性を掲げました。しかし、今回の衆議院選挙の結果は明らかに敗北を示しているものであり、彼自身がその責任を自ら取るのか、それとも周りから取らされるのかといったところに注目すべきところがあります。広く世界を見渡せば、少数与党による政権維持といったものも、様々な国で行われていますし、また、自公で過半数が割れていたとしても、他の政党との連立を組む、そういった交渉なども行われる可能性があります。ただし、石破総理大臣のままで行くのかというのは、自民党の中では非常に激しい批判に遭うでしょうから、今後どうなるかは全く読めません。通常であれば責任を取って辞めるべきポイントなのですが、総裁選に勝利した後の総理大臣としての行動、それまで全く言っていなかったこと、翻しているようなところも石破氏はあるわけなので、今回の勝敗ラインも何か言い訳をしてのらりくらりとやっていこうとするかもしれません。ただし、どのような言い訳を取り繕ろうとも、今回の選挙結果として大敗北を喫したという事実はあるわけですから、このままで、じゃあ次の選挙、参議院選挙も石破総理大臣でとは全くいかないでしょう。それだけに、今から年末にかけてもまだまだ一波乱あるかもしれませんし、さらには参議院選挙の時には改めて衆参同時選挙などといった激しい動きも起こるかもしれません。今回の総選挙の結果というのはそのような様々な波乱を今後も巻き起こすような大きな動きだったと言えるでしょう。選挙に行っても何も変わらないという人はたくさんいるわけですが、今回の総選挙の結果というのは、たくさんの人の投票結果によって議席が大きく動くというのを見せつけているわけですから、今回選挙に行かなかった人もぜひとも次回は選挙に行くことを検討してください。というわけで今回の動画はここまで。衆議院選挙の投開票日、もう YouTube ではもうこの開票速報のライブ放送が乱立しているような状態でした。私もちょこちょこと見て回ったのですが、結局のところ翌日の朝を待たないと選挙結果確定するものではありません。おそらくは体制は消しているので、今から自民党の議席がもりもり増えていくといったことはありえないでしょう。あなたは今回の選挙結果どのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。